杉田智和アジルスチャンネル。皆さんこんにちは。杉田智和ことアジルスこと杉田です。危ない赤いって言うそうだった。関係ないからねこれね。家にたまたまあるものを寄せ集めたらこうなったっていうやつかな。そう、今回の特集は最初はこうだと思っていたものがいろいろなものを重ねていくうちに当初のものとは別のものになる。まあそれはそれでありというなんかちょっと難しいテーマになりましたけども、例えば僕は高校生の頃1日お腹が空いたので6食ぐらい食べてたんですけども、朝ごはん食べる、弁当はお昼の前になくなる、その前に学校に行く途中にローソンで買い食いして、お昼は学食でうどんが美味しかったので埼玉県はうどんを食べて、で部活の後にゲーセンに行く時に友達と一緒に何か寄って何か食って夕飯食って夜食食って、あれ7食ぐらい食ってないかな。とにかくいっぱい食べてたんです。はい。でその中で弁当というものがありまして、最初は母が前日に作ったものや朝作ったものを入れる。だんだん生きていくために食べるためにしょうがなく用意していたようなものが作ることが楽しくなっていったんですね。最初は生きるために必要なことだったんだけど、だんだん自分が欲しいものに変わってきました。なぜか虹野咲さんの存在です。ときめきメモリアルの虹野咲さんは仲良くなるととっても料理上手でお弁当作ってきてくれたんですけども、虹野さんが好きすぎてPC エンジンのそのゲームの画面の中にあった虹野さんの作った弁当、通称虹弁って言うんですけど、虹弁をなんとか再現できねえかなって、それをときメモが大好きな高校にいるキモータ友達の中でパッて弁当出したら人笑い取れるんじゃないかって、最初は自分が食べるためだけだったのがだんだん本気になってきて再現したんですよ。意外にゲームの画面見てみんなわかるんですけど、虹野さん茶色いものがまず多くて、おかずが、あとご飯の面積が大きいんだね。案外ちょっともうちょっと考えようかっていうバランスだったりするんだけども、サターン版かなんかの時に別のデートシーンでサンドイッチ作ってくる場面もあって、そっちはすごい美味しそうなのよ。コッペパンだからそのパンベースで作ってあるやつで、そっちはその彩りも鮮やかなんだけども、通常出てくるいわゆる本当の虹弁っていうのが結構偏っていたっていうのがあってね、頑張って再現した。自分でちゃんとこの調理するものはちゃんと調理して学校に持っていった結果、あだ名が今日からあなたのことを師匠とお呼びします。ときめも師匠ですっていう師匠ってあだ名がこの、そこからもう20年ぐらい経った今でもあだ名が続いているという当初そうだと思っていたものっていうのがやっぱり変わるっていうのはやっぱりいいことで、だんだんなんかその肝田特有の悪いところでやり込みを見せ始めるんですね。飯を食べるのに例えばゲーセンの後に行く買い食い、バーミヤンっていうのがファミレスでありまして、バーミヤンはどんなメニューもプラス180円ぐらいかな、当時定食にできる。シューマイもつきますよって書いてあって、やったねって。あれ一番安いメニューは確か焼き餃子の180円だからだいたい300円そこいらで割とお腹いっぱいになれちゃうな、でもその後夕飯も食べるけどねっていうね、そういうやり込みを見せ始めるんですね。だんだんこの自分で何を見つけてくるかっていう方が楽しくなってきてるんですね。団子屋さんにたこ焼きが100円で売っててあれも美味しかったなって、ただソースだけしかかかってないんだけども、それがすっごい美味しかったんだよね。いや懐かしいな。いつかね学生の頃の思い出の街、それこそ実際に足を運んでみたいなと思ってるので、それはまた別の動画で。そうだな、コンビニはいくら田舎でも、あったからよく買ってたのがやっぱり惣菜パン、その中で学食にも置いてあって割とみんな食べてたのが丸ごとソーセージね。いや意味深じゃないよそれはね、言い方でちょっとあれだけども、丸ごとソーセージ、諏訪部さんごめんなさい。とちょっと甘めの菓子パンでアーモンドカステラっていうのがあって、それに大きなコロッケパンとかもあったけど全部山崎パンだったんだよね。山崎パンさんでした。はい。それが学食だと結構売り切れるのが早いからみんな行きのコンビニの
ローソンやセブンイレブンで買ってみました。あとうどんがやっぱり美味しかったです。武州麺っていう形で地元にその工場みたいなのがあって、そこが結構うどんが美味しかったんですよ。なのでうどんをほぼ週5ぐらいで食ってたかな。本当に程よいいい量が来て、でなぜか味噌ラーメン用のラー油かなんかもぶち込み始めて、みんなだんだん味を改造し始めるので、またこの肝田特有の悪いやり込みが出んのよ。いや美味しかったな。でも本当に食べるっていうことが当時、一番楽しみっちゃ楽しみだったんで、ごめん嘘つきました。一番は、みんなわかるけど、物体 X の上下運動でしたけども、その話はまた別でやろう。やれるかどうかわかんないけどね。食べることっていうのがどれだけその一日の中に重要なポジをウェイトを占めていたかっていうのはこれでわかるな。美味しいものも多かったんですよ、お店で。なので自分のお小遣いの範囲内でどうやって運営するか、やりくりするかって。そうだよな。物体 X の話したから、それもやっぱりお金の使い道としてはやっぱ一番多かったよ。ゲームセンターでゲームするか、そういうものを買うことだった。本とかをね。本とか。本かな。学校の近所に、高校のね、ほぼ畑しかなかったんだけども、大きな道があって、ここになんか倉庫かなんかがあったのかな。倉庫だと思うんだけども、その倉庫のところにトラックが駐車する駐車場がいくつかあって、ここに黒い自動販売機があって2つ。なんであんな真っ黒でなんか仰々しいのかなって、シャッターみたいなのがかかってて、何なのかなって。ある時、夕方4時か5時になると、爆音とともにトランスフォームし始めて、ウィーンドドドガーグーッ、まさかあれは、そう、あそこの道は通学路だったんです。つまり小中学生がそこに通りかかった時に、あれなんだろうって言われないためにあんな真っ黒な装甲板で隠していたんだなって。そうです、成人向け雑誌の自動販売機です。ねえ、思春期だった杉田少年はなんとか正体を突き止めたことが嬉しいプラス、どんなものが売ってるんだろうっていうのをとても気になりました。もう当初の目的から完全にずれ始めてるんですね。最初は単純にその雑誌に本に興味があるから、いかにして買うか、いかにしてバレずに買うかっていうことに自分の意識がシフトし始めていました。結果作戦を立てたんですよ。まず坂、上り坂だった。でここに駐車場があって、ここにX 地点に自販機があるとします。で A 地点、上り坂だったのがこっちだとしたら、こっちから下り坂を降りてきた杉田少年が A 地点、この駐車場の入り口のところにまず高速で自転車で降りてきて、自転車をこっちの下の畑に乗り捨てます。ね。バッて飛ぶんだよね。自転車はその下り坂の田んぼの方にガサガサガサっと落ちてきます。下に降りて。で、自転車はこの降りたところにあります。僕は飛びます。降りる。その後は、おそらく僕の予想だと監視カメラが3個ぐらいどっかにあって、それに映らないために顔を高速に横にこうやって振るんですよね。こうやって振ることによって顔がブレて本人だと特定されないだろうという、自分の中でよくわからない納得によりね、あの当時だから本当にメタルギアソリッドを参考にしたんですけども、でもスネークはこうやって首を横には振らなかったけども、 A 地点から自転車を乗り捨て B 地点にダッシュするときに首を横に振りながらダッシュして、でそこから C 地点、にたどり着き、そしてここの X 地点にある自動販売機のところにたどり着き、高速でお金を入れてすぐに買って、その後最後乗り捨てた自転車のところの田んぼの方に飛んで、下にダッと降りて自転車を回収して帰るという。完璧かなって、完璧じゃなかったんですよ。なぜか首を顔を高速にこうやって左右に振ってるがために、何が売ってるかっていうのが自動販売機で確認できなくて、もうとりあえず目に入ったものにドンって押すしかなかったんです。もう爆音が鳴ってブーっていう、何この変なでかいブザー音はっていう。で周りはタン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 5時になりました、
4時になりました。皆さん気をつけて帰りましょうみたいな田舎のよくわからないのどかな放送が流れる中、爆音が響くんですよ。でってでゴトンって出たのが分かったから、それを高速で回収して左右に振りながら最後この D 地点へジャンプしてジャンプする必要ないんだよジャンプして気分だから、これが自転車を回収してそのまま帰ったんだね。まあ作戦は成功しました。あとそんなカメラとかなかった。後で見たけど気にしすぎだった。まあオチとしては本がこれはねありのままを話すと割と偏った内容でした。僕の趣味には合わなかったです。ここからもうバキュン覚悟で言うけども、熟年夫婦がのレポを送ってきて、きつかったなって、コートの下はみたいなね、仲いいんだな。というわけで、でも僕は本を買うことよりもいかにしてこの本を買うことへのその攻略みたいなものにすごく楽しかったんですね。作戦を立てる、攻略を考えるというのがとても楽しかったんです。ですので最初はこうだと思っていたものがいつの間にか形を変えた。でも結果それが良かったなという思い出はいくつかあるんですけども、そういえばゲームでもあったなって、それを今からね思い出を確認するためにやってみようと思います。どうぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。